周りに服従している人はいつも心の中ではイライラがすごいです。すごいけれども、これぐらいだったらいいかと痩せ我慢をします。でも本当はこれぐらいでも良くないんです。ものすごく不快なんです。だから心にダメージを与えています。1回ぐらいなら大丈夫だろうと思うかもしれませんが、その1回限りではありません。毎日毎日周りに服従しているんです。どんどん心を壊しながら、どんどん憎しみを溜めています。これは恐ろしいことです。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは周りの目を気にして自分の人生を生きられない人が多いです。もっとひどくなると、自分の人生を生きられないだけではなくて、嫌われることを恐れて周りに服従しながら生きている人も多いです。今日はこの周りに服従しながら生きている人について、特徴や心理状態、原因や生き方を変えるための対策、そして最後にいつものようにすぐにできることなどを話します。ではまず服従している人の特徴を見てみましょう。この動画で服従する人として指している人たちは、先輩や上司の言うことに疑問を感じても一切ノーと言わないという人ではなくて、同僚や友達や恋人など、もっとひどいと後輩や部下にまで我慢をして自分の意見を言わない人たちです。相手の幸せのために譲っているのではなくて、心理的に無理して服従している人たちです。例えば仕事終わりに同僚と始発駅から同じ電車で帰るとします。自分は早く帰りたいので座れなくても今来ている電車に乗りたい。でも始発駅なので1本遅らせば座れるとします。そこで同僚は毎日1本遅らそうと言います。自分は座れなかろうが早く帰りたいのに、心の中では不機嫌になりながらも毎日同僚に従っています。仮に帰宅後に買い物に行きたいなどの用事があったとしても、相手に自分の事情を話せません。そこで自分の用事は夜遅くやるか休みの日までできないということになります。社長に嫌われたくなくて社長に服従している、あるいは上司に服従しているというのは、ある意味生きていくためには仕方のないことですが、周りに服従する人はどうでもいいような人にまで嫌われることを恐れています。このような人は結婚式やパーティーなどの招待を受けると、あまり親しくない友達でも断れません。そしてこのような人は人が嫌いなので、パーティーなどに出ても楽しくありません。好きではありません。でも頑張ってその場では愛想よく振る舞って、終わるとクタクタになって帰ってきます。これも服従しているということです。そんなに大変で辛いなら、しかもそれほど親しくない人の誘いなら断ればいいのですが、まるで義務でもあるかのように招待を断れません。つまり自分の気持ちより相手の気持ちの方が大切になっています。だから相手が何を望んでいるかに敏感です。敏感と言いましたが、正確には相手が望んでいるものを把握しているというよりは、自分が相手はこれを望んでいると勝手に思い込んでいるものを相手に与えようとしているという方が正しいかもしれません。だから例えば
相手がお世辞を望む人だと思えば、すぐにそれを察知して、やたらとお世辞を言いまくったりします。そして、心理的に無理して周りに服従している人というのは、やはり心の成長に問題を抱えている人が多いです。つまり、本当は小さい子供のように、あれしてこれしてが強いんです。それが本心です。でも、小さい頃から本心で生きられない事情があったんです。そこで、その本心を封印したので、自分でもそんな本心を持っているとは分からなくなっているかもしれません。分からなくなっているということは、意識にはないということです。意識にはなくても無意識にはあります。この状態で周りに服従しています。喉が潤っている人が水を周りに分けているのとは違います。喉がカラカラの人が自分の水を周りに与えているんです。これはとても辛いことです。このように服従しながら生きている人は、とても辛い生き方を強いられています。強いられていると言いましたが、もちろん誰にも強制されていません。心理的に強いられているという意味です。誰にも強制されていないけど、そのようにしか生きられない思考回路ができているということです。服従の生き方は短期的にはうまくいくことがあります。例えば、職場で他の人の仕事まで引き受けているとします。頑張りすぎているとします。そこで、あなたがいてくれて助かる、感謝していると言ってもらえるかもしれません。このように言ってもらえれば、自分を犠牲にして奉仕することが仲間とうまくいく方法だと思うかもしれません。でもこれを続けていると、そのうちその職場ではそれが当たり前になります。つまり、あなたが誰よりも自分を犠牲にして働く状態が当たり前になります。当たり前になれば誰も感謝しなくなります。それどころか、忙しくてできなかったら、なんでやってないんだという目で見られます。人が集まって生きていると、このように一部のずるい人が弱い人を犠牲にしようとするので、加害者が被害者面していて、被害者が悪いという目で見られることがよくあります。周りに服従して生きている人は、被害者なのに責められやすいということです。服従している人は、ここまでしているのだから、周りにこれ以上余計な負担を押し付けてこないことや、こちらの気持ちを汲んでくれることを期待します。でも恐ろしいことに、召使いのように働くことを当たり前と思われてしまった人は、身分も召使いのように思われてしまいます。つまり、あなたの期待を理解しようと思ってくれる人や、あなたの不満な気持ちを汲んであげようと思ってくれる人はいなくなります。その証拠は、今までの人生の中から見つからないでしょうか。今まで周りに服従して生きてきた人は、今までの人生を振り返れば思い当たることがあるのではないでしょうか。周りの人は心のどこかで、この人は嫌われるのが怖いんだなとか、怒らない人だなとか、自分より下の生き物というように感じるんだと思います。世の中にはいろいろな人がいますが、自己中心的でずる賢い人は、怒ってうまくいったら次も怒ります。脅してうまくいくと次も脅します。誰でも自分の欲求を満たしたいんです。すべての人がずる賢いわけではありませんが、
社会は自分の欲求を満たしたい人が集まって生活しています。怯えている人はカモにされます。ずる賢い人は自分が楽するために怯えている人を脅して不当に仕事を押し付けてきます。人は生存競争を生き残れるように危険に対して強く反応するようになっています。だから周りに怯えて服従している人は周りの人を危険な人だと感じ、周りの人の言動を強く意識しています。逆を考えてみましょう。ずる賢い人にとっては、怯えている人を見ても、怯えている人が自分に危険をもたらすとは感じません。そこで自分にとって危険な存在になりうる社長や上司などには気を払うけど、自分にとって危険ではない服従している人の気持ちは無視するのかもしれません。だから服従していると誰もあなたの労をねぎらおうとしてくれなくなります。周りに服従する人はそれでも服従し続けているのです。自分を追って心理的に無理して人に服従することは誰にとってもものすごく不快だし、心にかなりの悪影響を与えます。でも服従しながら生きてきた人は人と争うことよりは心理的に無理してでも自分が折れる方がまだ気が楽なんです。それほど人を恐れているということです。人が怖くて自分を折るということは嫌なことをしなければならないということです。本当はしなくてもいいんですが、ノーと言えない人にとっては頼まれごとはしなければいけないことなんです。そしてさっきも言いましたが、忘れてはいけないことは、喉がカラカラな人が水を奪われているということです。喉が潤っている人が水を取られるのとはわけが違います。喉がカラカラの人が水を奪われれば憎しみになります。意識していなくても心の中には憎しみを溜めています。周りに服従している人はいつも心の中ではイライラがすごいです。すごいけれども、これぐらいだったらいいかと痩せ我慢をします。でも本当はこれぐらいでも良くないんです。ものすごく不快なんです。だから心にダメージを与えています。1回ぐらいなら大丈夫だろうと思うかもしれませんが、その1回限りではありません。毎日毎日周りに服従しているんです。どんどん心を壊しながら、どんどん憎しみを溜めています。これは恐ろしいことです。憎しみというものを甘く考えている人がとても多いように思います。例えば、憎しみが溜まっても健康を害さずに生きていけるだろうというような考え方です。あるいは、憎しみが溜まっても1年もすればそんなの忘れているだろうというような考え方です。確かに自己実現的に生きている人は憎しみが解消されていく傾向がありますが、人に服従する生き方は自己実現とは真逆の生き方です。憎しみは解消されるどころか山のように積もりに積もりまくります。何十年もこの生き方を続けてきたとしたら、莫大な量の憎しみを抑圧していて当たり前です。人は憎しみがたまれば優しい人でも優しさは消えます。陰で悪口を言ったり、人の不幸を喜んだり、嫌な性格になります。嫌な性格になって仲間の輪に入れなくなるだけではなく、恋人とも心が触れ合えなくなり、恋愛関係もうまくいかなくなります。そして、このために溜めまくってしまった憎しみは溢れてきます。例えば、
ストレス耐性が低くなり、ストレスを感じる状況になるとすぐに、じゃあやめます。じゃあ別れる。と喧嘩になって終わらせてしまいやすくなります。また、部下でも子供でも自分より弱い人ができると、その弱い人にイライラをぶつけるようになってしまいます。そんなことはやめようと思ってもやめれません。それが憎しみを抑圧した人です。そして、莫大な量の憎しみをためることで一番怖いことは、心や体さえも壊すということです。では、対策を探るためになぜここまで服従してしまうのかという原因を考えてみましょう。人間にとって恐怖は強烈な感情です。恐怖があるとそれを取り除くことが優先されます。つまり、恐怖を避けれるのであれば不満を選びます。そこまで強烈な恐怖ですが、もともと恐怖を強く感じやすい遺伝子を持って生まれてくる人もいます。このような遺伝子は人類が生き延びてくるためには必要な遺伝子です。大昔は獣に襲われる可能性が今よりはるかに高かったんです。その危険を敏感に察知できる人が必要でした。今は獣に襲われることはほぼないので、必要以上に脳が騒いでしまっていると言えるかもしれません。また、そのような遺伝子がなくても、アダルト・チルドレンは育ってきた環境や過去の経験で過度に恐怖を感じる脳になってしまっている人が多いです。例えば、怖い大人に怒鳴られたり叩かれたりしながら育ってきた人は、人が怖くなる可能性が高いです。あるいは、親によって愛情欲求が全く満たされなかった人は、人に嫌われることがとても怖くなります。また、子供にとってこの世は生きるだけでも大変な世界なのに、必要な保護を受けられなければ、世界は恐怖に満ちているように感じてしまうかもしれません。大人でも慣れ親しんだ世界に安心を感じます。多くの人は未知の世界は怖いです。大人でも未知の世界が怖いのに、小さい子供は一人では生きられないという要素も加わるので、ものすごく怖いです。さらに小さい子供はまだ人生で経験していないことが多いです。ほとんどのことが未知の体験です。例えば、雷の初体験を考えてみましょう。いきなり空が光るんです。大人はあの頃感じた恐怖を忘れていても、稲妻を初めて見た子は何が起こったのか理解できません。その直後にゴロ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 と雷鳴が轟くんです。この世の終わりかと思ってもおかしくありません。めっちゃ怖いです。このように小さい子供にとって生きることは恐怖の連続です。一人にされたらとても怖いです。だから親のそばにいたがります。ところが世の中には心が未成熟で自分のことだけで精一杯の親が一定数います。そのような親は自分の立場を守ることに必死で子供の心までは守れません。子供が死なないように、怪我をしないようにすることはできても、心まで守ることはできません。つまり母性愛を与えることはできません。例えば、子供が死なないように、飛び出したらダメでしょうと強く叱ることはあっても、子供が父親から怒鳴られたり叩かれても守ってくれないかもしれません。このような母親であれば子供は恐怖です。子供にとってこの世界は
ただ生きていくだけで恐怖なのに、誰も保護してくれないんです。味方になってくれないんです。大人が誰にも守ってもらえない、味方になってもらえないのとはわけが違います。小さい子供にとっては死活問題です。親の保護がないということはそれほど怖いんです。こうなれば子供はこの怖い世界で生きていくには周りに服従するしかないという生き延びるための戦略を身につけるかもしれません。そして人は小さい頃に身につけた生き延びるための戦略を大人になっても使い続けます。他のことをするのは恐怖が伴うんです。そしてこの恐怖は小さい子供の頃に感じていた恐怖です。それが心に凍結されているんです。恐怖という言葉を一つだと思わないでください。言葉は一つだけど、意味するものは違います。一人では生きられない小さい頃に心に凍結した命を失うことさえも想像させる恐怖と、大人が大人目線で考える恐怖とは違います。この恐怖があるから、かつて周りに服従することを生き延びるための戦略に選んだ人は、今でも周りに服従する以外の戦略を使えないんです。他にも、子供は誰でもわがままです。そこで、あれしてこれしてとわがままを言います。するといつも親に何わがまま言ってるのと怒られていたら自己主張をすると嫌われる気がします。親が自己中心的で支配的であればあるほど、つまり親が子供に甘えていればいるほど子供は自己主張ができなくなります。こうなればノーと言えなくなって周りに服従して生きていく道を選ぶかもしれません。他にも愛のない親のもとで育ってくれば、ありのままの自分が愛される経験がないのだから、心の深い部分にありのままの自分ではダメというのが染み込みます。このように自己肯定感が低くなりすぎると、自分の考えに自信が持てなくなります。だからこのような人は自分では考えずに、ただ他人の意見に従うだけで生きていくかもしれません。また、過干渉や過保護な親に育てられた人も、自分で考えて自分で決める能力が育ちません。周りに病的に依存するようになります。病的に依存しているということは、周りに服従するということです。他にもいろいろなルートから服従する人は作られるだろうけど、要するに、ここにいて安全、ありのままの自分でいいんだ、自分の人生を生きていいんだ、と思える脳になっていないということです。だから、人に嫌われることや、人を怒らせることはとても恐怖なんです。さっきも言ったように、人は恐怖を避けられるのであれば不満を選びます。人に嫌われるリスクを負うぐらいなら自分が不満になる方を選びます。でもこれを長期間続ければ心は疲れ果てて精神的な健康を失ってしまいます。ではどうすればいいかという対策ですが、嫌な時は嫌と言おうというアドバイスは間違っていませんが、これだと意味が出てきません。なぜならそう言われてもそれができないからです。それができるようになるには、一つずつ脳の思考回路を組み替える必要があるし、時間をかけて心を成長させる必要もあります。まず自分がなぜ周りに服従してしまうのか、その根っこにあるものを理解することが大切です。自分は過去にどういうことがあったのか
なんでそんなに怯れるようになったのか、自己分析することから始めましょう。自己分析をしたら、自分は怖い親に育てられていて、周りの人を怖いと感じていると分かったとします。そしたら、それは周りの人を親と同じ種類の人と思ってしまっているということです。これは認知の歪みです。この歪みを直す努力をしながら生きていきましょう。小さい頃の自分にとって、親は巨大怪獣だったかもしれないけど、今目の前にいる人は巨大ではないし、怪獣でもないと何度も何度も自分に言い聞かせましょう。アダルト・チルドレンの認知の歪みという再生リストも参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。あるいは、親から愛されずに育ったので、人から嫌われることを異常に恐れていると気づいたとします。であれば、この恐怖の原因は愛情飢餓によるものだと自分に何度も言い聞かせましょう。大人になった今は、別に目の前の人に嫌われたって生きていけるし、目の前の人に嫌われることをそこまで恐れる必要はないということを何度も何度も自分に言い聞かせながら生きていきましょう。要するに、服従する人は人を怖がっているけれども、本当は怖がる必要がない人を怖がっていると心底腑に落とす必要があります。そして恐怖から他人に服従していると、いつの間にか相手はあなたを召使いのように見下し、どんどん要求がエスカレートしてくるということを忘れないようにしておく必要があります。次に、自分は周りの召使いになるべき人間ではない。自分は自分の気持ちを大事にしていい人間だ。俺を召使いにしようとするな、ふざけるな。と思えるようになるまで自己肯定感を高めていく必要があります。自己肯定感を高めようの再生リストも参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。また、自ら自分を低くして他人に取り入るという姿勢は改めましょう。例えば、相手に取り入るためにお世辞を連発するのはやめましょう。また、お世辞の変形で興味もないのに教えてもらう必要があるわけでもないのに、どうでもいい質問をする人がいます。このような人がどうでもいい質問をするのは、私はわからないのにあなたは何でも知っていてすごいですねと暗に伝えているんです。こういうのは自分を低くしています。自ら自己肯定感を下げています。こういう姿勢は改めましょう。他にも自分を低くして相手を持ち上げる人がいます。例えば、まだあまり親しくない人の機嫌を取ろうと、うわー、顔ちっちゃい、私の半分だ、かわいい。このように言う人がいます。無意識で自分を低くする習慣がついています。相手に取り入るためにお世辞を言う必要もないし、さらに自分をけなす必要もありません。取り入るためではなく、本心から相手を褒めたいのであれば、顔小さいですね、かわいいですだけで十分です。それから依存心が強いといろいろな側面に悪影響が出ますが、周りに服従してしまうという面でも悪影響が出ます。服従する生き方をやめるには自律的に生きられるようになる必要があります。自分のことは自分で決めて、人の顔色ではなく自分の意思で行動する生き方を目指しましょう。これも急にはできません。まずは今現在おかしなことをしているということに気づくことから始めましょう。例えば、パートナーの愛情を得るために
相手の言いなりになっている今の生き方はおかしくないだろうかと考えてみることから始めましょう。心の底に相手の欲求を満たし続けないと捨てられるという恐怖があるのではないかと自分を内省してみてください。あるのならどうしてそこまで見捨てられ不安が強いのか考えてみてください。病的に愛情飢餓とか依存心が強いと心理的に無理をして心を壊したとしても愛してもらえるならそれでいいと思う人もいるかもしれません。でもこの生き方は利用される生き方です。一人の人間として尊敬されなくなる生き方です。その証拠は今までの人生を振り返るということで探してみてください。周りにいいように利用される召使いから抜け出すには、このようにいろいろな側面を一つずつ育てていったり、歪みを正していく必要があります。同時に、ノーという勇気や自分の感情を出す練習も必要です。それができるようになったのであれば、その上で自己主張をするかしないかの選択ができます。ノーと言える。でも優しさから引き受けるというのと、ノーと言えないから無理して引き受けるというのとでは天と地ほどの差があります。ではポイントを振り返りながらまとめます。周りの人に服従しないと生きられない人は恐怖のセンサーが強い人です。親が自己中心的で支配的だったとか、強い口調で批判する人だったとか、十分な愛情や保護をくれない人だったとか、あるいは真逆で過保護や過干渉の親だったなどの恐怖のセンサーが強くなるような環境で育ってきた人に多いです。このような人はいつも親から愛情や保護を得るためにしたくないことをし続けながら生きてきたんです。そうすることが一番安全だったということです。つまり生き延びるための戦略として服従することを選んだんです。小さい頃の恐怖は命を失うことさえも想像させる恐怖です。その恐怖の中でできた戦略なので、これ以外の方法を使うことは恐怖でできません。そこで大人になっても周りの人に嫌な顔をされることや責められることを恐れて、どんなに疲れていても、どんなに不公平だと感じても、どんなにストレスをためても、心理的にも体力的にも無理をして自分を犠牲にして生きています。欲求と欲求がぶつかり合う社会の中で生きていると、このように怯えている人はいつも貧乏くじを引かされます。ずる賢い人は自分が楽をするためにうまくいった方法を何度も繰り返し使います。ちょっと嫌な顔をしたら、あなたは怯えて雑務を引き受けたとします。するとずる賢い人は次もまた嫌な顔をします。周りに服従して生きている人の特徴は、嫌われてもいい人にまで怯えているんです。この自分が楽するために嫌な顔をして脅してくるような意地の悪い嫌な人にまで嫌われることを恐れているんです。頭では、まあこれぐらいならいいやと言って我慢しているけど、自分を偽って我慢しています。ちょっと俯瞰して自分を見てみてください。思考と本当の自分がいるとします。思考は偽物の自分です。本当の自分は、そんなの嫌、ふざけんなと言っているんです。でも、いつも偽物の自分が、これぐらいならいいでしょと引き受けてきます。
良くないんです。本当の自分は泣いています。このように嫌われないように人に服従して生きていますが、その結果、周りに対しては人間としての尊敬を失っています。もう一つ内面的な問題としては、憎しみをためて嫌な性格になり、仲間の輪に入れる能力やコミュニケーション能力を失っています。また、少しずつ心や体を蝕んでいます。そして、無理して服従している人は嫌われないようにしているのですが、服従しているということは、コミュニケーション能力を放棄しているんです。コミュニケーションできないから、さらに人が怖くなります。本当の意味でコミュニケーションができ、親しくなれれば、服従をする必要はありません。つまり、服従している人は、嫌いな人に服従しているんです。そもそも好きな人に何かをしてあげているのであれば、無理をしてもストレスにはなりません。嫌いな人に服従していて、アダルト・チルドレンが治るわけがありません。人を好きになる努力、人と親しくなる努力も服従をやめるために、またアダルト・チルドレンを治すためにも大切な努力です。服従をやめるには他にも、服従はやめようと心の底から誓うことも必要です。でも誓っただけではなかなか恐怖には勝てません。誓うのと同時に、いろいろな側面から思考回路を解体していく必要があります。例えば、服従していると人間としての尊敬を失うだけだ。服従していればいいように利用されるだけだ。服従していても誰も私の気持ちを理解してくれない。などと自分に言い聞かせる必要があるし、自分が人を怖がっている理由を知って、それは大人となった今はそこまで恐れる必要がないことだと心の底から理解する必要があるし、また自分は自分の気持ちを大事にしていい人間だ。自分だって皆のように自分の人生を生きていいんだと思えるようになる必要があるし、俺をいいように使おうとするな、ふざけるなと怒りを感じる必要もあるし、依存心を克服していく必要もあります。では、すぐにできることですが、すぐにできることのコーナーは最近始めたのですが、今後作る動画は一番最後にその日話した内容の中で、すぐにできることを考えて終わろうと思っています。今日の内容のすぐにできることは、もう二度と他人の召使いにならないと誓いましょう。本気の本気で誓うとオーラが出ます。そのオーラで周りの人はあなたを見下さなくなります。そう誓えるようになるには脳の思考回路を変える必要があります。今すぐにできないからと焦らずに少しずつ回路を作り変える努力をしながら生きていきましょう。そのために今まで周りに服従しながら生きてきた人は、周りに自分の気持ちを理解してくれる人はいないのではないかと考えてみてください。それが今までの生き方の結果です。周りに服従しながら生きていると気持ちを無視される傾向にあります。怯えている人は相手にとって脅威にならないからです。つまり服従しながら生きている人は、こちらの気持ちを考えない人にこちらの苦労を分かってもらえるだろうと思って自分を犠牲にしながら生きているんです。このように相手を知ることも大切ですが、自分を知ることも大切です。例えば、服従しながら生きている人は自分の気持ちや感情が分からなくなります。憎しみを抑圧していても気づいていない人もいるかもしれません。喉がカラカラの人が水を奪われているということを思い出してください。どんなに優しい人でも
カラカラの時に奪われれば憎しみになります。攻撃衝動を放棄すると人間は幸福とは感じないものであるとはフロイトの言葉です。憎しみを抑圧していると幸せにはなれません。また、服従をやめるには抑圧している憎しみや怒りに触れる必要があります。自分は憎しみを抑圧していないか、それも莫大な量の憎しみを抑圧していないか、だからいつもイライラするのではないか、だから人の幸せを喜べないのではないか、だから夜も眠れないのではないか、そういえばあんなことされた、こんなことされた、でも笑顔でその場を済ませた、このようなことを毎日毎日考え続けてみてください。はじめに見下された時に、憎しみを抑圧してファイトバックしなかったから足を踏まれるようになったんです。足を踏まれた時に笑顔で許したから蹴飛ばされるようになったんです。蹴飛ばされた時に怒らなかったから髪の毛をつかまれて引きずり回されて唾までかけられるようになったんです。ふざけんなと怒りましょう。対等な関係の人にノーと言った時になんでやらないんだと言ってくる人は自分の欲求を満たすためにこちらを利用しようとしているということです。とても失礼なことをされています。同じように他人を喜ばせるためだけに自分を召使いにするのも自分に対してとても失礼なことをしています。相手が人の気持ちのわかる優しい人であれば、こちらの脳に対して怒りをぶつけてくることは普通はありません。もし相手が怒りをぶつけてくる人であれば、そこまでして関係を維持する価値のある人ではないということを頭に入れておきましょう。ノーと言えるようになるには依存心を克服していく必要もあります。甘えや依存心を克服しようという再生リストも参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回はちょっと長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。いつも最後まで見てくださる方にはとても感謝をしております。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。